皆さん、こう思っていませんか？コリアンタウンといえば新大久保っしょ。実は東京には新大久保だけじゃなく、上野、三河島、赤坂というコリアンタウンも存在しているんです。さらに衝撃なのは、それぞれの場所に全く違う空気と全く違う人間模様が広がっています。なぜ同じ都市に4つも在日コリアン町ができたのでしょうか？複雑な歴史を体験していただきます。まず一つ目、新大久保ですね。ただの観光スポットじゃない、魔界なんです。まず歴史を遡ると、新大久保に韓国人が増えたのは1980年代後半から。日本のバブル期、建設現場や飲食店で働くためにやってきた在日2世、3世、そして新規の韓国人移住者が少しずつ集まり、韓国スーパーや焼肉店が根を張りました。2000年代に入ると、韓流ドラマ冬のそなたが爆発的なヒットで観光客が押し寄せ、一気に韓国の街として知名度が全国に広がったんですね。ところが表の華やかさの裏側にはドロドロしたリアルも存在しています。これ例えばの話ですよ。ワーキングホリデーで日本に来たばかりの韓国人たち、彼らは日本語が話せないから韓国料理屋にバイトとして入ります。そうすると一部の社長たちは、あなた日本語できないでしょ、受け入れたことを感謝しなさいと言いながら奴隷扱いもします。あれあれこれあれ、なんでできないのと。もちろん韓国のオーナーの9割以上のは優しい社長たちですけどね。一方で同じ町には早稲田大学に通う韓国人留学生たちが集まり、授業帰りにカフェで勉強会を開いていたりもする。さらには埼玉や千葉から電車で1時間以上かけて通う日本人の K-POP ファンたちがグッズショップを巡って週末を過ごしている。夜になれば路地裏にはホストとかナンパ師たちが現れ、韓国語を武器に女性を口説く姿も珍しくありません。つまり新大久保は韓国好きな観光地であると同時に、ワーホリ生の涙、留学生の努力、日本人ファンの熱狂、夜の裏社会の欲望が渦巻く魔界の縮図なんですね。で、2番目の話、上野ですね。もし東京で一番韓国のリアルを感じられる場所はと聞かれたら、僕は迷わずこう答えます。それは新大久保より上野かもしれないと。日本が韓国を併合していた時代、多くの人々が職を求めて日本の東京まで来ました。彼らの多くは上野や御徒町近辺の市場、工事現場、工場で働いてそのまま定住しました。そして戦後の混乱期もこの地位が活性化され、焼肉店や精肉店、青果市場を経営しながら次世代に生活基盤をつないできたのです。だからこそ上野には在日コリアン1世と2世の記憶が色濃く残っています。僕が初めて上野の韓国街を歩いた時、新大久保にはない空気にすぐびっくりしました。看板の色は地味で、韓国客向けの派手な K-POP ショップもないですね。けれどそこに立ち並ぶ韓国家庭料理のお店は、韓国のソウルでもめったに食べられない本物の味を保存してる、本物の雰囲気を出してるんですね。チゲの辛さとかサムギョプサルの厚みとか、観光用ではなく在日の方々が毎日のご飯として食べ続けたリアルそのものがあると思います。そして上野の独特さは、僕が思うには多様な在日の共存にあるかもしれません。もう韓国の好きな方いれば、北朝鮮が好きな方もおそらくいる。なので思想とか政治的背景が違っても、生活な場として在日コリアン社会が同じ空間を共有して一緒に生活しているんですね。新大久保が韓国好きの聖地なら、上野はまさに在日の生活史が積み重なった生きた博物館なのかもしれません。そして3番目、三河島です。最も人知れず静かに息づいているのが東京都荒川区にある三河島です。新大久保や上野のようなキラキラさはない。むしろここにコリアンタウンがあるのと知ってる韓国人は10人中1人それ以下かもしれません。僕の韓国人の友人の9割は、三河島ってそもそもどこなのって答えるはずです。この地に韓国人が住み始めたのは1920年代と言われています。その後もジェジュの4.3事件とか朝鮮戦争とか1965年の日韓国交正常化といった大きな歴史の節目ごとに新たな移住が続き、韓国の海外渡航自由化を背景に再び新しい世帯が三河島に
流れ込んできたと言われています。三河島の写真を見ていると、コリアンタウンなのに静かさが支配する不思議な街のように感じました。駅周辺とかに韓国食材店が数軒、食材店も数軒ほどあるレベルで、観光客向けのカフェとか飲食店とかもほとんどないと思うんですね。華やかな新大久保に見慣れていると、ここはまるで忍者の里のように感じます。特に印象に残ったのは最高さんのお店であるマルマン商店。都内最高の韓国食材店で、創業75年を迎えるローポ。そこには母の代から伝わるチェジュ島のキムチとかポッサムなどを販売しているようです。チェジュ島のキムチ、韓国でも人生に一度食べれるかどうかの希少品なんですね。わざわざチェジュまで行かない限りは目立つことなく生活を守り続ける、その佇まいこそが三河島の忍者たる感じですね。最後4番目、赤坂ですね。これは港区の中心に位置する赤坂でして、上品で格式ある韓国がここには広がっています。赤坂に韓国新社会が形成された背景には、地理的条件と政治的な要因があります。まずこの地には韓国大使館、韓国領事館が置かれており、外交官や大使館の職員、その家族が多く暮らしています。加えて韓国民団の本部もあり、政治、経済、文化の中核と直結しているため、在日韓国社会の表玄関とも呼べる場所なのです。実際に赤坂を歩いてみると、街の雰囲気は新大久保や三河島とはまるで違います。狭い路地に焼肉店が密集しているのではなく、赤坂通りや高級韓国料理店や洗練されたバーが並んでいる。そこには外交官や大企業の幹部、観光系の事業家たちが集まり、高級な韓国のお酒を片手にとか韓国料理を味わう姿があります。まるでソウルのカンナムみたいな場所が東京でいうと赤坂なのかもしれないですね。さらにですね、韓国のトップアーティストも著名な人々も赤坂に足を運ぶことで知られています。例えばビッグバンの G ドラゴンさんは滞在中に赤坂のチョンソルという店に行ったということは有名な話です。僕が赤坂で印象に残ったのは、新大久保の若者の熱気とか三河島の生活感とはまるで逆に、静かで洗練された韓国が静かに息づいているということでした。お店の料理は一皿2000円を超えるような高級コースも多分多くて、食材や盛り付けも芸術的です。韓国料理といえばチーズタッカルビとかトッポギとかというイメージを変えるような韓国のハイエンドカルチャーを体験できるんですね。お金持ちの視聴者さんいたらぜひ僕をそこに連れて行ってください。で、最後に伝えたい話があります。韓国にいた頃はですね、正直こんなに多様な韓国社会が日本に根付いているなんて想像もしていませんでした。韓国にいる韓国人の 99% 以上も多分僕と同じことを考えていると思います。しかし100年以上前から日本に夢を追ってやってきた若者たち、先人たちの汗と涙が静かに流れていたんですね。同時に視聴者の方の中には、韓国人がこんなに多くいたなんて不安だと思う方もいるかもしれません。けれど安心してください。多分新大久保で必死に働く留学生も、上野で家族を支える在日3世も、赤坂で事業の最前線に立つ人々も、多分みんな自分の居場所で汗を流して優しい日本人の方々と共に日本社会を生きてきた、日本社会を明るくしてきたと思います。そしてそのような方々は4つの街でそれぞれ違う形で共同の物語を今も続けていると思います。このチャンネルではこれからも日本と韓国をつなぐまだ知られていない物語をお届けします。ぜひチャンネル登録して一緒に新しい発見を重ねていきましょう。本日の話は以上でした。パクでした。アンジョー。